美味しいものがありゃどこまでも飯飯旅。Season 6今回の飯とビは東北盛岡花巻欧州界隈今回の東北編は過去数年間で美味しかった東北食べ歩きの総集編です。まだまだ東北界隈は上っ面しか食べれていないのでね、この秋北海道から南下するときにまたディープに食べまくりますので、よかったら皆さんの知ってる東北の美味しい味覚教えてくださいな。よろしくお願いします。それでは早速 Let's get it started. 1. Miyako Tarafuku。三陸海岸沿いの町宮古市で昭和28年の創業期から中華そば一本で勝負し続けている伝説の老舗たらふくさん。注文はもちろん一本勝負の中華そば。見てください、このなみなみと注がれた透明感のあるゴールデンスープ。煮干しの優しい旨味と上品な醤油のコクがじんわりと体に染み渡ります。またこの手もみの自家製極細縮れ麺が独特だよね。優しいスープをたっぷり持ち上げてカップヌードルの麺をアップグレードしたような食感。あ、そうそう、そんな感じ。麺量がすごくってね、後半伸びてくるとさ、食べても食べても減らないの。あれ、麺増えてますって思っちゃった。どうか、これはここにしかない素晴らしいラーメンだねえ。 2. Molly Okar Fukuda Pan。盛岡市民の絶対的ソウルベーカリーであり、全国のコッペパンブームの源流でありましょう、福田パンさん。今回は名物のあんバターと惣菜系の人気メニューごぼうサラダを注文を受けてから目の前で特大のふっかふかコッペパンにたっぷりと具材をトッピングしてくれるサブウェイスタイルが最高。あんこの甘みとバターの塩気の黄金コンビはもちろん、シャキシャキのごぼうサラダもパンの美味しさを引き立ててもりもりいけちゃうよ。なんだってパンが美味しい。これ模倣したコッペパン屋さんが全国に飛び火したけれども、真似した方がこれを超えられていないというケンタッキーフライドチキンびっくりドンキー状態。素晴らしいですね。真似できない美味しさね、子供の頃からこれ食べ続けてる盛岡ピーポーは他のコッペサンド食べたらはぁなると思いますよ。ああ、なるだろうね。 3. Ichinoseki Kakkoya。岩手県一関市にある栗駒山を源流とする岩井川中流の渓谷厳美渓で明治40年から続く世界的に有名な空飛ぶ団子の元祖割烹屋さん。嬉しいですね、楽しいですね。渓流の対岸にあるお店、カゴにお金を入れて木槌で板をコンコン叩いて合図を送ると、あんりまあ驚いた。ロープで団子が渓谷を越えて飛んでくるというアトラクションエンターテインメント団子。780ヤードあるよね、距離的に。あるね。ロープ引っ張るのも大変だろさ。ほんと、3本入りのお団子はみたらし、あんこ、黒ごまの3種類。皮のせせらぎを聞きながらいただく出来たてのお団子は驚くほど柔らかくてもちもちね。エンタメ重視なのかと思いきや団子がちゃんと美味しくてびっくりだ。こりゃたまげた格好の観光団子屋さんね。おお、二重ダジャレ恐るべし。4. Molly Okar Yamaya。盛岡の歴史ある城下町の雰囲気を残すエリアで手打ちのお蕎麦に行列が絶えない名店山屋さん。冷麺じゃじゃ麺もいいけど、おいちゃんはここが盛岡のルーティン。注文はいつもの盛三昧とおかずのゲソ天。なんとこちらは3種のお蕎麦を同時に味わえるという嬉しいスタイルのお店。そうなの、ありそうでなかなかないさらしなだったん引きぐるみの3種同時に食べ比べができちゃうっていうね。引きたて打ちたてのそばは喉越しが抜群で、噛むほどに芳醇な小麦のそばの香りがふわーんと広がり、それぞれの味の違いがよくわかる勉強になるそば屋さん。しかし物価上昇すんごいぞ。わずか数年前220円だったゲソ天が今ならなんと早く言え。440円。倍だったんか。だったん。バヤよ。 5. Today's Katsu Curry. Oshu Carol。今や世界一有名な日本人大谷翔平大先生の生まれ故郷で知られる奥州市で、長年地元のサラリーマンや学生の胃袋を満たし続けてきた洋食店キャロルさん。って
ことはちゃん系かな。それ以外のキャロルっていう由来は考えづらいよね。よね。キャロライン陽子って線もあるから。絶対ないと思う。Anyway、お目当てのカツカレーをオーダー。昔ながらのコク深いドロッとしたルーはスパイスの中に野菜の甘みがしっかり溶け込んだマイルドながらも奥深い味わい。スプーンでサクッと切れる大ぶりの揚げたてとんかつが乗っかってボリューム満点だ。どこか懐かしくてホッとする絶品カレーだね。こりゃ50年以上も欧州ピーポーに愛され続けてるわけだ。翔平くんも子供の頃食べたのかな。ちなみにキャロライン陽子さんは現在アメリカでヒューレット・パッカード社のソフトウェア担当として働いているそうです。何情報？ 6. Molly Okar, Kojang. 盛岡三代目の一つ、ジャジャ麺の実力派人気店として名高いコージャンさんっていいのかな。発音合ってる？コージャンややこしい。もちもちの平打ち麺にコク深い肉味噌をよく混ぜ、酢やラー油で自分好みに味を調整するのが醍醐味。食後は名物チータンタンで締めれば満足度も倍増。盛岡の食文化を存分に楽しめる一軒ね。でこれ独特の盛岡文化よね。そうなの。ジャジャ麺の超有名店初代パイロンの店主が戦後満州から引き上げてきた時、現地で味わったジャージャー麺を盛岡の人々の口に合うよう独自にアレンジして売り出したのが始まりだそうなあ。やっぱり満州由来なんだ。餃子や中華そばしかりだね。餃子や中華そばは全国に広がったのに、なぜにジャジャ麺は盛岡？不思議だね。網走にもあるよ。そうだ、うどんネクスト。うどん屋さんなのになぜかジャジャ麺。食べに行かにゃうどんネクストも。網走予定は来月ね。だ。 7. Tono Seineku Center. 北海道と同じようにジンギスカン文化が根付く遠野の地で精肉店直営だからこその圧倒的な鮮度を誇るという老舗遠野精肉センターさん。看板メニューの生ラム肩ロース定食とスペアリブを注文。昔ながらのマトンの味付けではなく、北海道でも主流になっているチルド輸入の生ラムが中心になっている模様。値段は決して安くないけどちゃんと美味しいジンギスカンだね。札幌の名店の看板にかまけて高くてまずいの出してるお店に比べたら全然 OK。 好みでタレを選べるというのも北海道にはないタイプのジンギスカン。確かに北海道じゃ見たことないね。明治時代、政府が国防上軍服や警官服の需要に備え、国内5カ所に収容所を設置。その羊毛生産の副産物として食べられるようになった羊さん。国内に5カ所あった収容所のうちここ遠野市と北海道の月寒だけが残され、両地にジンギスカン文化が根付いたってことらしいっす。でもこういうお店って北海道だと札幌にはあんまり行かない系じゃない？確かにね。もっとこじんまりした専門店っぽいのがほとんどだね。きっとそういう美味しいお店も遠野にも絶対あるはずだから探してみよう。美味しいジンギスカン屋さんご存知の方ぜひ教えてくださいな。よろしくお願いします。 8. Hanamak-ki, Kapahan 10. 花巻ピーポーの胃袋を支え続けているディープなソウルフード的町中華カッパ飯店さん。花巻の誇りメジャーリーガー雄星菊池も翔平大谷さんも通ったらしい。本当なのかな？真相は分かりませんが、この炭水化物の夢の共演 A セットと B セットがびっくりなセット。 A セットは焼きそばとカレーとご飯、 B セットは焼きそばと麻婆豆腐とご飯がワンディッシュ。なんとも高校球児が喜びそうな格好のお献立じゃござんせんか。ありそうでなかった夢のワンディッシュね。私はカレーいらないけど焼きそばライスで十分。それが理解できないおじちゃんですが、これはカレーがご飯と焼きそばの仲人になって絶妙なわんぱくワンディッシュになっておりますね。でも普通にこの焼きそば美味しいんですけどね、これだけでご飯何杯でもいける気がする。そんな気はしませんが、ソース焼きそば史上一番好きかもしれないなっていう美味しい焼きそばでした。わかる。 9. Hanamak-ki, Marukan Dai Shokdo. 一度はデパートの閉店とともに幕を下ろしたものの、市民の熱い愛と署名によって奇跡の復活を遂げた花巻の聖地マルカンビル大食堂。はい、お目当てはもちろん名物箸で食べるソフトクリーム。
テーブルに届いてひっくり返りそうになる高さ約25センチ圧巻の10段巻きタワー。これを箸で崩さないようにすくいながら食べるのがマルカンスタイル。こりゃ一人で一本は無理なやつっすわ。無理絶対無理。こんなに食べたらレリビーレリビー。間違いないっす。濃厚なのに後味すっきり、昭和レトロな大食堂の雰囲気もいい感じ。幼少時代によくお子様ランチを食べたデパート最上階の食堂、チキンライスに旗が立ってるやつね。知らない。お子様ランチはレストランでしか食べたことないもん。あらそう、この昭和感たっぷりの臨場感が味わえるのは今やここだけじゃないかな。10. Oshu Ryuan。岩手県で一番印象深いのはここね。今や世界一有名な日本人、ロサンゼルスドジャースの大谷翔平選手の生まれ故郷、奥州市にございます。いい昭和感を色濃く残すこじんまりの焼肉屋さん。ここでは極上のブランド牛前沢牛を最高の状態で味わわせてくれるんです。その食べ方が独特でね、この界隈ではこういう食べ方が普通なのかな。このお店独自のものなのかはわからないんだけど、はい、これがすこぶるうまかったねえ。奮発して上カルビと塩セット、そして門前本わさびを注文。美味しい見事な霜降りのカルビをさっと炙り、すりおろしたての本わさびをたっぷり乗せてお口に運べば、噛む必要がないほど一瞬でとろけて良質な油の甘みが爆発する。こういう甘辛もあったのね。目から鱗の美味しさ。かなり飲みだれが味噌味の甘いのがかかっててね、それとわさびの甘辛バランスが最高なんだ。なんか味噌おでんのタレみたいなもみだれなのよね。そうだ、味噌おでん味だ。また牛タンの美味しいこと。こんなうまいの食ったことねえと思ったよ。ここは欧州訪れたら絶対寄りたいお店だね。予約必須でね。翔平くんもこれ食べて育ったのかな。かなね。ビッグフライ。おたりさん。Jikai no mesha tabiwa. Gachi de mata tabathai. Sendai Kaiwai des. O Tano Shimi ni. See you soon. 飯旅ではいろんな地域の動画を公開しています。飯旅地名で YouTube 検索して気になる地域の動画を動画ご覧ください。よろしくしなくと。アップグレードにしたような食感。2いらないですね。アップルリンゴじゃないです。ケンタッキーフライドチキンビッグリンチドンキー。盛岡ピーポーは他のコッペパサンド。生ラム肩ロース定食とスペラリル。北海道でも主流になっているチルド輸入のナラムがナラマじゃないよ。この界隈ではこういう食べ方が普通なのかな。食べ方ね。今や世界一有名な日本人、ロサンゼルスドジャースの大谷翔平選手の生まれ故郷、奥州市にございます。